皆さん、こんにちは。今日は皆さんの日本語の単語力をテストしてみましょう。日本語の勉強の中で単語力は本当に大切です。文法が少しわからなくても単語がわかれば内容もわかることはたくさんあります。そして単語をたくさん知っていれば、それだけリスニングが楽になります。つまり、日本語の理解を支えているのは単語力なんです。自分の単語力がどれぐらいのレベルか知りたくないですか？これから皆さんには私が作った単語のクイズに挑戦してもらいます。3つの選択肢の中から正しい意味を選ぶクイズです。問題は全部で12問あります。何問正解できたか数えておいてくださいね。そして動画の最後に皆さんの単語のレベルを確認してみましょう。それでは早速始めましょう。第1問。時々。意味はどれでしょう？ A、すぐに。B、たまに。C、いつも。正解は B のたまにです。時々はいつもではないけどたまにという意味です。例文。この電車は時々遅れる。時々アニメを見る。第2問。急ぐ。A、ゆっくり行く。B、止まる。C、早く行く。正解は C の早く行くです。急ぐは時間がないので早く行動することです。例文。寝坊したので急いで準備する。急がないと遅刻するよ。第3問。忙しい。A、やることがたくさんあること。B、お腹が空いていること。C、疲れていること。正解は A のやることがたくさんあることです。タスクがたくさんあって時間が足りないということですね。部屋の掃除もしないといけないし、ご飯も作らないといけないし、洗濯物も干さないといけないみたいな。例文。今日は仕事がたくさんあって忙しい。今忙しいから話しかけないで。第4問。見直す。A、もう一度確認する。B、見えなくなる。C、写真を撮る。正解は A のもう一度確認するです。見直すとは間違いがないか、
もう一度確認することです。例文。メールを送る前に内容を見直す。テストが終わったら答えを見直しましょう。第5問。苦手。A、とても好き。B、あまり得意ではない。C、簡単にできる。正解は B のあまり得意ではないです。あまり好きじゃないってことですね。嫌いと同じような意味ですが、嫌いよりも苦手の方が優しい、柔らかい言い方ですね。例文。苦手な食べ物はありますか？兄は人前で話すことが苦手です。第6問。予想。A、思い出すこと。B、楽しむこと。C、どうなるか考えること。正解は C のどうなるか考えることです。未来のことについて、こうなるだろうな。こうなるかもしれない。と考えることですね。よは前もってという意味があります。そうは思うとも読んで、心の中でイメージするという意味です。例文。試合の結果を予想する。予想が外れる。第7問。貢献。A、お金を借りること。B、役に立つこと。C、旅行すること。正解は B の役に立つことです。例文。地域社会に貢献したいです。彼は会社の成長に大きく貢献しました。私は社会に貢献できているのかなって考えることがよくあります。第8問。維持。A、今の状態を変える。B、今の状態を続ける。C、新しく始める。正解は B の今の状態を続けるです。例文。健康を維持するために毎日走っている。品質を維持することはとても大切です。第9問。改善。A、悪くする。B、終わらせる。C、良くする。正解は C の良くするです。今よりもいい状態に変えるということですね。海外では工場などでより効率的に仕事をするための取り組みとして改善という言葉が使われることも
あるみたいですね。改は改める。悪いところを変えるという意味があります。そして、善はいいという意味です。例文。食生活を改善する。サービス改善のためにご協力ください。だんだん難しくなってきましたね。第10問。妥協。A、少し譲ること。B、すごく頑張ること。C、最後まで秘密にすること。正解は A の少し譲ることです。お互いの意見を少しずつ譲って、ちょうどいい答えを決めるという意味です。例えば、あなたがチョコレートを300円で売りたいとします。でも、お客さんは100円で買いたい場合、200円でお互いに妥協するといった感じですね。例文。お互いに少し妥協することが結婚生活では大切です。妥協点を見つける。第11問。配慮。A、気を使うこと。B、目立つこと。C、忘れること。正解は A の気を使うことです。簡単に言うと、思いやりですね。配慮の配は、配る。慮は、考えるという意味があります。ビジネスの場面とかで使うことが多いですね。例文。お客様への配慮が大切です。ご配慮いただきありがとうございます。第12問。柔軟。A、優しいこと。B、早いこと。C、柔らかいこと。正解は C の柔らかいことです。柔軟の柔も軟も柔らかいと読みます。洗濯物を柔らかくするために入れる液体は柔軟剤と言います。いい匂いになるやつですね。実際のものだけではなくて考え方にも使います。例文。柔軟な考え方が大切です。柔軟に対応しましょう。はい、お疲れ様でした。皆さん、何問正解できましたか？ここからは皆さんの日本語の単語のレベルを見ていこうと思います。まず、0から3問正解した人。レベル1です。レベル1の人は、まず、JLPT N5、N4 の単語をしっかり覚えることから始めましょう。毎日5個ずつでも続けていれば、1年後には1800個以上の単語を覚えることができます。これから少しずつ単語を増やしていきましょう。
次に4から6問正解した人。レベル2です。日常会話が少しずつできるようになっています。もう少し単語量を増やす必要がありますね。次のステップは、日本人の日常会話をたくさん聞くことです。覚えた単語も使われているだろうし、この単語はよく出てくるなというものも見つかると思います。そうすると自然にボキャブラリーが増えていると思いますよ。7から9問正解した人はレベル3です。日常会話は問題ないレベルの単語力ですね。ビジネスやニュースの日本語となると、わからないところも出てくるのではないかと思います。日本人と会話をする。YouTube で日本人が話しているのを聞く。などで今の単語力を維持しつつ、上級レベルの単語もインプットもしていきましょう。おすすめは日本のドラマを見ることです。弁護士ドラマやお仕事ドラマは難しい単語が出てくるので勉強になると思います。10から12問正解した人はレベル4、最高レベルです。すごい。かなり高い単語力ですね。日本語の本を読んでみましょう。本は日本人でも知らない単語、読み方がわからない単語が出てくることもあるので難しいですが、レベル4のあなたなら挑戦してみてもいいと思います。新聞を読む、ニュースを見るというのもいいと思いますよ。そして日常の中で単語をアウトプットすることを意識してください。知っている日本語を使える日本語に変えていきましょう。はい、お疲れ様でした。単語力は本当に大事なので、この動画で紹介した単語で知らなかったものがあったら、ぜひ覚えておいてください。皆さんはどのレベルでしたか？ぜひコメントで教えてください。次はこんな動画が見たいというリクエストもお待ちしています。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援、サポートをしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップのご参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。